皆さんこんにちは。今週は NVIDIA 株の決算や再びインフレ率の懸念などアメリカ株を中心に乱高下激しくなってきていますけれども、そういった時に注目が集まるのはやはりディフェンシブ、割安な銘柄ということで、今回は NISA でダントツの人気を誇るこちらの銘柄 NTT 株について久しぶりに取り上げたいと思います。株価の推移ご覧のように1月には190円を超えていた株価ですけれども、足元では150円台前半ということで、直近発表された決算に対する失望、それと株価の関係について分析していきたいと思います。また株価1ヶ月以上下落トレンドが続きましたけれども、少し150円台前半のところで下げ止まってきている様相を見せています。この後さらに下がっていくかどうかというのはわかりませんけれども、一旦このあたりで少し落ち着いてきている理由というのをどのように考えて今後の投資判断に活かせばいいか一例をご紹介したいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。前回 NTT 株を当チャンネルで取り上げた際は25分割が行われて1株あたりの株価が一気に100円台まで下がってくる、そんなタイミングだったわけですけれども、その目的の一つに新たな NISA 制度が始まるということで、そこで買われやすいように分割という戦略を打ってきたわけですね。ご覧いただいているのは SBI 証券のホームページに載っている NISA 買い付け金額ランキングですけれども、1位が NTT、2位が三菱 UFJ フィナンシャルグループ、3位はトヨタ自動車と、以下ランキング10位まで多くの高配当銘柄が入っています。特に1位、2位の NTT と三菱 UFJ フィナンシャルグループは、決算をまたいだ直後に大きな下げを記録している。やはり高配当目当ての投資家が多いということで、配当の原資となる利益水準が下がるような決算、あるいは今期見通しを出されると、投資家としてはしんどいわけですね。それでは具体的にどのような決算を出してきたのか、これが後々足元150円という株価の妥当性を検証するにあたってポイントとなる数字ですので、少し覚えておいていただきたいんですけれども、こちらの表に関しては売上高や利益水準、指揮法のデータをもとに前期と今期の決算内容について、それぞれ年末時点で期待されている数字、決算発表直前の4月末に期待されている数字、そして実際の決算発表における数字、3種類載せております。マーケットにおける期待値が年末から決算にかけてどれくらい盛り上がったか、そして実際の決算発表がマーケットの期待値に対してどれくらい結果を出せたかというのをパーセントの比率で表しているものです。そうすると NTT の決算に関してはマイナスが目立つということで、特に右側今期の見通し、事前に期待されていた数字を 10% 以上、20% 近くまで下回るような水準で会社予想を発表してきた。これが株価を大きく下げる一因となっているわけです。ではこの今期見通しの数字が株価に対してどれくらいインパクトを与えるものなのか、それを後半で計算するにあたってご認識いただきたいのが、この営業利益の数字や純利益の数字、前期から今期にかけてどれくらいの成長率を記録すると思われているか、この比率を計算すると、営業利益に関してはマイナス 6% と、もともとマーケット予想で期待されていた営業利益の変化幅というのはプラスの 6% でしたので、そこからですと四捨五入して約 11% の下落という風になっている。それが緑のハイライトされている数字になっているわけです。同じく純利益の数字で1年間の変化幅を取ってみますと、こちらに関してはマイナスの 14% ということで、こちらも期待されていたプラス 6% の水準からはかなり大幅な減益の見通しを出してきたというわけですね。また NTT の株価妥当性を検証するにあたって、同業他社との比較も行いたいので、同じ表について KDDI の方も見ていきますと、こちらに関しては前期については下がっていた期待に対して上回った。一方今期の見通しに対してはマーケットの期待値を約 3% 下回る水準でしたが、先ほどの NTT と比べると水準感としてはかなり軽微な乖離となっています。そして同じく営業利益について前期から今期の1年間の変化幅を取りますと、KDDI の見通しだと 15% のプラス。もともとマーケットで期待されていたのはプラスの 18% でしたので、少し水準感減りましたが、増益予想というのは変わらない。同じく純利益についても KDDI の予想の数字ですと、成長率はプラスの 8% ということで、もともとマーケットに期待されていたプラスの 12% は下回る。ですけれども、増益予想を出してきている。こんな状況ですね。この2社それぞれの利益の変化率、
マーケット予想と会社発表の数字の差というのを後ほど株価妥当性の検証に使いますので、細かい数字までは覚えていただかなくても大丈夫なんですけれども、それぞれの会社の状況、こんな感じの決算を出しているんだなというのは、肌感覚持って後半ご覧いただければと思います。それでは NTT に話を戻しまして、具体的に営業利益について決算前は1兆9800億円を予想されていましたが、会社見通しは1兆8100億円とかなり控えめな数字になっています。さてこの期待外れとなった会社見通し、事業別に内訳を見ていきますと、どこの事業があまり期待されていないか、一番主力の事業となっている ICT、D ポイントであったり、モバイル、そしてその次の NTT 東日本と NTT 西日本という地域、この2つの事業において事前の期待を下回った。むしろグローバル事業に関しては事前予想を上回っています。ではこの2つの事業についてさらに細分化した場合に、どの分野における収益が期待外れになっているかご覧いただきますと、まず ICT の方では法人スマートライフコンシューマ通信と、スマートライフというのが D 払い金融決済や生活環境中心の事業で、コンシューマ通信というのがモバイル関連ですね。この2つの分野において事前の期待を下回っている。特に主力のモバイル事業に関しては ARPU という1契約あたりの売上単価ですね。NTT の決算資料から抜粋していますけれども、1契約あたりの単価というのは2020年度からどんどんと下がってきている。足元では3980円と書いてあります。一方で右側のグラフ、こちらドコモと A 社 B 社、もちろんこれは au とソフトバンクですけれども、2020年度第一四半期を 100% としてグラフを引くと、何やらドコモが一番上を走っていて、最もマシだなというふうに見えるわけですね。ただこれは起点の問題であって、例えばドコモが一番他社よりも高い数字をつけている2022年度、ここを 100% とすれば、当然ドコモのグラフというのは A 社 B 社よりも一番下を走るわけです。グラフの書き方一つで印象というのは随分変わってくるわけですけれども、当然2022年度までですね、実際に一番 ARPU の下落幅、軽微だったのはドコモだということなんですが、それはですね、もちろんもうその時点で株価に織り込まれているわけです。ポイントとなるのは最も直近の2023年度のところ、au やソフトバンクというのはそれまで右肩下がりだったものがだいぶ落ち着いてきている。あるいは少し上がってきているという状況にもかかわらず、ドコモだけはまだ ARPU が下がり続けている。この足元の状況、変化というのが他社と比べたときに調子が悪いなと捉えられるわけです。実際それを NTT 自身も認識しているからこそ、コンシューマ通信の分野で予想をだいぶ低い見通しにしてきたわけです。ただドコモについては、アハモであったりイルモという低価格帯の契約というのをだいぶ前面に押し込んでいますので、この ARPU というのが下がり続ける、もう少しかかってくるかもしれないというふうに見込まれています。また地域事業の NTT 東、西それぞれ事前予想からかなりの減益となっていますけれども、こちらに関しても利益水準を上げてくるためには、それなりに巨額の設備投資というのが必要になってくるというような説明がされています。それを踏まえての今回の会社見通しの低さだったわけです。それでは現状 NTT の株価150円台前半と一番高いところから約 20% のかなりの調整をしてきましたけれども、このあたりで一旦下げ止まっている理由に関して、これが妥当なものなのか、それともさらに下を警戒しなければいけないのか、それを判断するにあたって簡単な理論株価、ディスカウントキャッシュフロー法というのを用いてですね、簡易的に今回の決算内容を織り込んだ株価がどれくらいなのか、それを計算してみたいと思います。NTT と一緒に KDDI も同じような計算をしていくわけですけれども、ご覧いただいているのは左から順番にベータ値、株式市場の変動に対して各銘柄がどれくらい変動するか。どちらもディフェンシブ株、高配当銘柄ということで、ベータ値は低めになっています。そして株価に関して、決算発表前のピークの水準と足元の数字、そしてそれぞれの時点での PER をご覧いただいています。そうするとまず、決算発表前のピークの時点、株価で言うとこちら、NTT 株が190円、KDDI 株5000円だった時に、PER の水準というのはこちら、それぞれ
12.1 倍と 15.4 倍となっています。この水準間で織り込まれている各銘柄の利益成長率、これを NTT は 1.2%、KDDI は 2% で設定すると、各銘柄の利益の変化幅というのはご覧のようになるわけですね。2024年のところまでは実際の実現した数字、25年以降は予想値、先ほどの利益成長率を当て込んだ数字となっています。それぞれの年でこれぐらい利益水準が今後上げれそうだなと予想したときに、これを合計して求められる企業価値、そこから負債を除いて現在価値に割り戻して何年分に当たるかというのがディスカウントキャッシュフローを用いた時の PER の数字です。そうすると2025年の決算発表前のマーケット予想だとフリーキャッシュフローの成長率、つまり先ほど冒頭でご覧いただいた指揮法データによる予想値と決算発表の差のところでどれくらい期待されていたか。NTT だとプラス 6%、KDDI だとプラス 15% 前後が期待されていたわけですね。それをもとにフリーキャッシュフローがこれくらい増えそうだなという数字を用いて、そこから 1.2% あるいは 2% 各社で26年、27年と以降10年積み上げていったときに求められる企業価値ですね。それをもとにですね、PER を計算すると NTT は 12.2 倍、KDDI は 15.1 倍程度となる。これはですね、実際に決算発表前、株価がピークだった水準、この時の PER の数字とほぼ同じになっているわけですね。つまり決算発表前には、それぞれの利益成長率 1.2% と 2% が恒久的に上げれるというような織り込まれ方がされていたと。そんな過程が起きるわけです。そこからですね、決算発表された時に、両社とも期待値からは下回ったわけですけれども、特に NTT は下げ幅がきつかった。2025年3月期の見通し。ここの数字が修正されるわけです。そうすると NTT に関しては減益 10% 程度ですね。一方で KDDI に関しては増益が予想されています。これを調整した後に、それぞれの銘柄でマーケットが期待する利益成長率 1.2% と 2% 毎年乗せていって10年積み上げた時に企業価値がどれくらいになるか、そこから PER を計算すると NTT に関しては 10.2 倍、そして KDDI に関しては 14.5 倍となるわけです。つまりディスカウントキャッシュフロー、将来予想されている利益水準を現在価値に直して理論的な企業価値を求めるというやり方ですが、会社が発表している2025年3月期の今期の予想をですね、反映する前と反映した後で、これぐらい PER の水準感というのが下がってくるというわけです。さてこちらのそれぞれの数字ですね、先ほどの表に付け加えてご覧いただきますと、実際の PER 決算発表前後でご覧のような水準感。ここからですね、2025年の利益予想だけを変化させて、恒久的な成長率というのはそのままの数字を使った場合に計算される理論的な PER。青の枠で囲っている部分とピンクの枠で囲っている部分、ほぼほぼ同じような水準になっているかと思います。ということは、それまで織り込まれていた各銘柄の恒久的な成長率、これは変えることなく、2025年の見通し変化を反映させたら、PER の水準が同じようになった。ということは NTT で言いますと、決算発表前のピーク190円という株価、これを期待外れの今期会社見通し修正することによって、足元の株価水準150円台前半というところで記録している PER10.13 倍。これは簡易的な理論株価を求めると十分に織り込まれている水準だというわけですね。もしまだ織り込まれていないのであれば、右側のピンクで囲われている理論的な PER の水準というのはもっと低い数字、10.19 ではなく、例えば9倍、8倍という数字が出ていたら、まだ株価 152.8 円というのは高いですよという風になるわけですね。ですので150円というのは一旦理論的には今回の期待外れの決算内容を十分に織り込んだ水準感と言える。そんな判断がこの簡易的な計算からはできるんではないかということですね。ということで NTT150 円というのは一旦の節目に思われますが、先ほどの将来予想のキャッシュフローですね。こちらの NTT と KDDI2 社の利益水準の予想というのを過去から足元、そして将来2028年まで先ほどの表をグラフでご覧いただいていますが、
2024年までのところが実績値、そして2025年が会社見通しですね。そこから先というのが各社永久成長率を用いて計算される水準感ですけれども、これが今足元株価に織り込まれている状況ですね。そうすると当然 NTT と KDDI、足元では約2倍ぐらいの企業規模の差というのがついているわけですけれども、これがですね、2024年3月期、そして今期の2025年3月期にはだいぶ差が縮まってきていますね。あくまでフリーキャッシュフローという観点から見た時の水準感がだいぶ KDDI が NTT を追い上げているという状況ですが、これがですね、先々ずっと差が縮まっていく、そしてどこかの時点で KDDI が追いつくと、そんな予想が現時点の計算では織り込まれていたわけです。実際に遠い将来そうなるかもしれませんが、とはいえですね、1、2年前まではダブルスコアをつけていたわけですので、この織り込まれ方というのを見れば、両者どちらかの株を買えと言われた時には、相対的に NTT 株の方が足元割安ではないかと、他社比較の観点だけ見ると、そういう状況なわけです。とはいえ、NISA 枠で NTT 株を買う場合というのは、そうそう簡単に頻繁な売買を行うことはないかと思いますので、こういった下がったタイミングで配当水準も高い銘柄ですので、あまり心配せずにですね、積み上げていくというのが資産形成という観点からも魅力的な銘柄ではないでしょうか。ということで今後も決算内容あるいはマーケットの織り込み方というのを分析していくような動画、いろんな銘柄でやっていきたいと思いますので、ご関心ある方はぜひ高評価チャンネル登録していただきますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。